はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。我が家、家を建てた時に最初からついていた林内製のビルトイン食洗機使ってるんですけど、この間急に動かなくなりました。で、エラーっぽい点滅してたので取説見てみたら、どうやら水が漏れているらしいんですね。というわけで、漏れてるんだったら塞げば治るはずなので、ちょっとバラして見てみたいと思います。で、後で原因はっきりするんですけど、これ誰でもすぐに起こり得る原因だったので、ちょっと注意が必要かもしれないですね。で、今回私が修理した食洗機、詳細は概要欄に載せておこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたら見てみてください。しかもこれ修理頼むとすっごい高いんだよな。はい。で、食洗機、これもともと中水浸しなのに、どこに水が漏れてるのよってことなんですけど、この洗うところの中の外に水が漏れてるっぽいんですよね。なんかよくわかんないな。まあ何はともあれ分解するんでですね、まずはちょっとブレーカーを落としておきたいと思います。で、最近の家のブレーカー見てみると、なんと食洗機だけブレーカー独立してるんですね。というわけで、これだけをオフにしますと。はい。はい、じゃあまずは下の引き出しを外しますかね。はい、トントンと。開けごま。はい、まずは引き出しを引っ張り出して、こうやって外していきます。はい、引き出しなくなったらですね、ちょっと中を覗いてみると、こんな風に板が固定してあるので、これネジ2本外してですね、ちょっと取っていきたいと思います。はい、ネジ外すとですね、こういう風に倒れてくるので、この板をですね、そのまま引っ張り出して取ります。よいしょ。で、これ引っ張り出すとですね、奥にコンセントとか水道とかが見えてきますね。で、一応この右側の水道の元栓も閉めておきますかね。はい、次は本体の取り外しなんですけども、これガラガラガラって開けるとですね、この根元の左下の方ですかね、ここに L 字みたいな金具がはまってると思うんですけども、これネジを外してですね、右にスライドさせると取れるような仕組みになってます。はい、じゃあ次はいよいよ引っ張り出していこうと思うんですけど、このまま引っ張っていったらね、下に落っこちちゃうので、支えとなる段ボール、ここに置いておきます。はい、じゃあまずは本体引き出しだけ引っ張っていくと、これをさらに引っ張るとこれなんか出てくるんですよ。お、出てきた。で、内側必要ないので直しておいて、で、このまま外側を持ち上げて引っ張れば出てくるはずと。よいしょ。お、意外に重たいな。はい、何かが引っかかってこれ以上出てこないですね。ちょっと下潜って配管の方を見てみますかね。はい、この黒いホースがまだ余裕ありそうなのに、ここで突っかかってるので、ちょっと上の方にやってみますかね。よいしょ、よいしょっと。もうちょっと上だ。よいしょ。はい、これで余裕ができましたかね。はい、じゃあちょっと地上に戻って引っ張り出してみますかね。よっこいしょ。おお、出てきた。あ、スムーズに出てきましたね。はい、これで全体が見えるところら辺まで出てきましたかね。ちなみに隙間から奥覗いてみると、はい、配管が見えると思うんですけども、この左の黒いパイプみたいなやつがさっき上によいしょってやったやつですね。ではいよいよ本体を分解していきたいと思います。で、まずは天板外すんですけど、これネジ6本で止まってるだけなので、ネジを外していきます。はい、これで取れるようになりましたかね。よいしょと。はい、中見るとまたプラスチックの天井がもう1枚ありますね。で、この上蓋なんですけど、結構ペラッペラな金属でできてますね。はい、で、本題はこの下を見たいんで、この蓋も取っちゃいたいんですけど、これどうやってくっついてるんだろうな。はい、構造が分かりました。これですね、横から覗くと穴があってですね、これ動かすと穴のところにちょうどネジが来るようになってるネジがあるんですね。どうやらこのネジ4本で詰まってるみたいなので、ちょっと外していきます。はい、これでネジ全部外したので取れるはずですね。よいしょと。あら、ここにバネがついてるな。これも取らないとダメそうですね。
はい、反対側も同じようによいしょっと引っ張れば、取れましたね。はい、これで上蓋フリーになったはずなので取れるはずですね。はい、ちょっと方向間違えましたけど取れましたね。はい、でこの蓋の裏見てみると一周ゴムがついていて、これで防水してるみたいですね。はい、反対側はなんか蜂の巣みたいな模様入ってます。はい、で中の方覗いてみると、なんかもうパッと見から分かる感じですけど、後ろの方ですね、なんかもうサビみたいなのが下に溜まってますね。っていうことはこれちょいちょい漏れて、それなりに水が下に溜まってたってことですかね。はい、で漏れる原因何なのかというと、もうここにある2本のホースしかないですよね。でこのホース引き出しを出し入れするたびにくにゃ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 曲げたり伸ばしたりされるので、一番最初に壊れそうな部品ですよね。はい、でこのホース眺めててもここじゃよくわからないので、とりあえず外してみたいと思います。はい、じゃあホースを取り外していきます。で外し方なんですけど、これリア側なんですけど、こういう風にホースを挟んでいるクリップをですね、ペンチでグイッと握るとずらせるようになります。でクリップがずれたらですね、こういう風に後ろによいしょって引っ張ってあげるとスポンと抜くことができます。よいしょ。はい、抜けましたね。はい、もう一本も同じようにして外します。はい、次は前側ですね。こっちも同じようにですね、ペンチで挟んで外していきます。はい、これでホース外れましたかね。はい、外すと見やすくなるんでですね、ちょっと端っこから舐めるように見ていこうと思うんですけど、パッと見なんかここが思いっきり亀裂が入ってるよみたいなのは見当たらないですね。とはいえ水ってほとんど目に見えないようなちっちゃい穴から漏れたりとか、なんか圧をかけた時だけポコってちっちゃい穴が開いて漏れたりするんで、ちょっと見るだけじゃ分かんないかもしれないですね。というわけでですね、このホースの中に水を入れて水が漏れないかちょっと試してみたいと思います。はい、こんな風に水を入れた状態で引っ張ったり伸ばしたりくにゃくにゃしたり、こっちのホース全然水漏れてこないですね。もう一方のホースかな。じゃあこっちのホースも全然水漏れてこないですね。ちょっとエアで圧力かけたりもしてみたんですけど、全然漏れる気配ないですね。どうしよう。はい、ホース単体で水漏れ確認できなかったので、一旦本体に戻してですね、運転させて試してみたいと思います。もしかしたら温水じゃないとダメとか、めちゃくちゃ圧力かかってるとか、そういうこともありえるので、一旦これでですね動かしてみたいと思います。ちなみにコースの組み付けは外した時の反対ですね。はい、これでホースが元通りになりました。はい、次は蓋ですね。蓋もバラした時と同じようにこうやって上からパコッとはめて横4本ねじ止めれば OK です。はい、これで上蓋つきましたね。じゃちょっとこれ不安定なんで、若干奥の方に押し込んだ状態で動かしてみたいと思います。はい、これくらい入ってれば大丈夫かな。はい、じゃあ一時的にブレーカーも入れたので電源を入れていきたいと思います。はい、で今水乾燥してるんでですね、もう漏水センサーは反応してなくて普通に動けるようになってますね。はい、でこれ蓋閉めて、音がし始めてますね。これでしばらく運転させてみたいと思います。はい、めっちゃ音がし始めたんで、これ中で噴水が起こってる感じですね。でいろんなとこ覗いてみてるんですけど、全然水が漏れてくるような気配はないですね。とはいえ本命はですね、排水ホースのところなので、このまま運転続けてですね、水が漏れないか見ていきたいと思います。はい、
もう完全に洗浄は終わって乾燥モードに入ってますね。ってことはこれ漏水センサーが反応するほどは水が漏れてないってことですかね。とはいえこのままじゃわからないのでちょっと一旦停止させてですね、また分解してみたいと思います。はい、またさっきのところまで分解したんで中覗いていこうと思いますけども、はい、どれだけ水が中に漏れているのかと言いますと、あれ、パッと見全然水漏れてないですね。漏れてるとこの黄色くなってるサビのところに水が溜まるはずなんですけど、ないですね。はい、で一番怪しいホースなんですけど、端っこから見ていきますけど、水滴一つついてなくて全然漏れてないですね。その他の水が通りそうなところもしっかり見てるんですけど、全然水漏れてないですね。ちょっといろいろ観察して状況証拠を整理してみたいと思います。はい、原因が分かりました。犯人はこいつですね。この上蓋ですね。どうやらこれがちゃんと閉まってなくてですね、これの隙間から水が漏れてたみたいです。じゃあなぜその結論に至ったかと言いますと、過去の水滴の軌跡を見るとですね、上から下の方にブワーって垂れていったような跡がいっぱい残ってるんですね。で特にこっちの方も上から流れた跡がいっぱいついてるんですね。っていうことは上蓋がちゃんと閉まってなくて上の方から水が漏れてきて、それが下にですね流れていって溜まったっていうのが原因臭いです。じゃあ何が原因でそんなことが起こるのかと言いますと、実はこの上蓋扉を閉めると上から下に降りてきて密閉するような構造になってるんですね。はい、奥に押し込むと斜め下に入っていってるのが分かりますかね。ということはこれ何かが原因でこの上蓋が下に降りなくて閉まらなかったら水がダダ漏れになるってことなんですね。実はこれ思い当たる節があってですね、この食洗機上の段にコップを置けるなんかやつをつけれるようになってるんですけど、この高さがすごい微妙でですね、こういうマグカップとか置くとですねちょっと天井につっかえちゃうんですね。で今まではつっかえた状態でも蓋がガチャッと閉まれば問題ないと思って使ってたんですけど、これ構造を見ると天井が下に降りて密閉する構造になってるので、最初にちょっと使えてたりするともうこれ上蓋が閉まれない状態になってるんですね。というわけで今回は別に故障していたわけじゃなくて、食器の入れ方が悪くって上蓋が閉まらずに水が漏れてたっていうのが原因でしたね。ただこの引き出しタイプの食洗機、おそらく大体どのメーカーも同じような構造してると思いますので、急に水漏れセンサーが反応したっていう方はですね、一度食器の入れ方を変えて試してみると問題解決するかもしれないです。とはいえこのホースから水漏れしやすいのも確かなので、もしホースから水が出てたよっていう方いらっしゃいましたら、先ほどの手順でホース交換できますので参考にしていただけたらと思います。はい、じゃあ原因分かったんでですね、また組み立てて元に戻したいと思います。あれ、ネジが1本足りない。どこ行ったんだろう。ちょっともう一回ばらして探してみます。ありました、ネジ。こんな隙間にねめり込んでました。いやめちゃくちゃ見つからなくて途中で心折れそうになりましたけど、電気製品の中にネジ転がってるとですね、なんかの拍子でショートして燃えたりするんでですね、これ注意必要です。はい、じゃあ無事ネジが締めれたので本体戻していきます。はい、これでぴったり収まりましたかね。ちゃんと引き出しも動きますね。はい、本体奥まで押し込んだらですね、最初に外したこの L 字の金具を取り付けて最後固定していきます。はい、これでネジを締めれば完成ですね。あとは本体の下の取り外した化粧パネルをはめて引き出しを元に戻せば完成ですね。ちなみに前半で私がドア叩いたら勝手に開いてたように見えてたシーンあると思うんですけど、あれ本当に勝手に動いてるわけじゃなくて今のシーンを逆再生してただけです。じゃあですね、一応普通に使ってみて水漏れないかどうか確認しておきたいと思います。
で上の段はですねマグカップとか入れると天井につっかえちゃうので、このちっちゃいコップを上に置いておきたいと思います。はい、他はですね昼ご飯に使った食器を入れて、これでですねちょっと洗ってみたいと思います。はい、電源も消えてちゃんと止まってるみたいですね。でエラーコードも出てないのでちゃんと最後まで動いたっぽいですね。はい、で中なんですけど、ちゃんと綺麗になってますね。で当たり前ですけど、横とか下とか見てみても水が漏れている気配はなさそうですね。これで嫁さんに今の私は箸が転がっただけで切れるからよろしくっていう風に言われなくて済みますね。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いものを作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタツイッターもやってますので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。